南海トラフに関しては、一個言えることは、あるわけじゃないですか。そういうのが万が一ですよ。行われた時に起きますよ。お父さん、元日のね、地震以降、SNS 上での皆さんのトレンド、関心が結構南海トラフの方に向いてるみたいで、やっぱそれを受けて、話題にもなるので、いろんな霊能者さんが今年ちょっと危ないっていう風に言ってるのをよく聞くんですけど、それはお父さんからするとどう思うかな？まず南海トラフに関しては、断層がずれてってね、自然に。その上で地震になりますよっていう話があるじゃないですか。それは前から僕言ってるようにまだ先のことなんで、ずっと言ってますよね。それはないです。で、霊能者さんは言ってるのは、あの人たちってね、1月1日はめちゃくちゃいい日で、2024年のすごいいいことが起きるぜって言った人たちが言ってるんですよ。それはだからもうこっちが説明するまでもなく、そういう方々なので、そもそもその自称霊能者っていう人たちは、僕も含めて自称なのかもしれませんが、いろんなことをみんな言いたいし、話題作りたいですよね。だからどうしてもその話題に引っ掛けていっちゃうんですけどもね。どうなんだろう。あんまりそういうことに言及していくと、自分がどんどんね、変な方向に行っちゃうんで、言ってほしくないんだけどね。そういう話はね。そういうの聞いてどう思うの？霊能者が言う話とか聞いて。私はそれを聞いたら、そういうタイミングで、じゃあ自分の備えを見直そうかなとか、そういうふうに。信じるわけではないんだ。はい。いいきっかけにするというか、そこで不安があるというよりかは。それがだからね、いわゆる令和を生きる若者の考え方うまくだから情報を咀嚼するんだ。そうですね。全部まんま受けないんだね。踊らされないよね、あやねはね。真に受けて不安があるというよりかは、じゃあいいきっかけだったなっていう。だったら自分は何するっていうところね。だから僕はもう全て最初で言ってるので、断層がずれてってとかっていう、自然のスピードで起きる地震であれば、まだ先です。ただ、一個言えることは、地震発生装置ってあるわけじゃないですか。当然ハーブとかあるので、そういうのも含めて、あとは核爆弾の実験とかね、そういうのが万が一ですよ。南海トラフ付近で実験が行われた時に起きますよ。起きますが、南海トラフの地震ってね、大変なことになるんですよ。東京にそういう地震の実害は来ないですが、その関西地区が大変なことになることによって、関東にも大きい影響するので、それこそ日本がとんでもないところに陥っちゃうんですよ。こういうことが起きたら。そしたら、それは慎重に扱うことなんで、僕は人工的にも自然災害的にも起きないってことは前から言ってるんです。一番問題は、ノストラダムスの大予言みたいに、1999年に何かが起きるって言って、一番言ってた人が大変なことになったじゃないですか。そういう風な、風潮ってのは昔からあるんでね。あんまりその悪い方向にね、煽っていくことは、逆に霊能者と称する人たちはやらない方がいいですよ。これ僕、自分のオンラインサロンでも言ってるんですけど、本当のね、守護霊さんとかね、霊団の人たちって人間が怖がることを教えないんですよ。教えることによって、そこで自分で自死したりとか、いわゆる怖がってね、パニックになる人が多いでしょ。事実が変わってしまうんですね。ではなくて、人間って弱いので、そういうことを聞かされるとびっくりしちゃって、じゃあもういいっていうふうにして、投げ出す人多いんですよ。だから、正しい、霊団、正しい、いわゆる守護霊さんたちが、何かを教えるときには、こういう災害系はほとんど教えないです。じゃあ前もってっていうことはもうほとんどないんですね。で、教えなくても当然霊能者の人たちっていうのは、自分で紐解いてわかるじゃないですか。でもそういう人たちって逆にそれで名前を売ろうとかね、有名になろうっていう人はほとんどいないんですよ。ちゃんと受け取れる人たちはね。だから、皆さんこれ見て気がついていただきたいのは、そういうことを煽る人たちっていうのは、逆に自分が目立ちたいとか、煽ることによって自分の数字を上げたい人が多いので、そういう方々の意見だと思って聞けば、ちょっとわかるかな。
ただ南海トラフっていうのは地震起きますよ、いずれは。まあ、起こってることですかね、過去にもう過去に起きてますから。はい、で、実際になんでこんなに話題になるかっていうと、80年周期って言われてたんですよ。で前回から言うと80年過ぎているので、だからみんな騒いでいるっていうことです。でも実際に南海トラフ近辺ではたくさんの地震装置つけられてるんですよ。観測装置は。で、観測装置つけられてる段階で、まあ日本としても今の段階でね、地震を見てる人たちでも南海トラフ起きないと言ってるんですよ。科学者たちもね。中には、ちょっとそういう目指したい科学者の方で、いやいや、そんなことはなくて、こういうことがっていう人もいますけどね。僕はないと思っています。で、姉さん、翔子さんの意見としては、逆にそういうことを言う人たちが出てきたら、まあ、そうか、地震っていう考え方もあるから備えましょうねっていうね、考え方に変えたらどうですかっていうことですよね。はい。不安があるのではなくて。前向きに捉えて、ポジティブにしていきましょうっていうことだと思いますね。私はそっちの方が正しいと思います。